S ダーツチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。 S ダーツアンバサダーの岩田夏美です。本日は私の新作バレル、ロメロタイプ2のご紹介と、X の方で、募集した質問に答えていきたいと思います。それではどうぞ。質問コーナー。S ダーツの公式 X で募集した質問に答えていきます。たくさんの質問が届いたということで、本当にいつも皆様ありがとうございます。はい、田町さんからいただいた質問です。年間ランキング1位おめでとうございます。ありがとうございます。これからも応援してます。ポルノグラフィティがお好きなおなつさんに質問です。おなつさんがおすすめするポルノのアルバムは何ですか？スーパーダーツの入場曲がかっこよくて他の曲も気になってますという質問なんですけど、選べないですとにかくどのアルバムもおすすめです。ぜひいろんな曲聴いてほしいなと思います。全部かっこいいです。ポルノグラフィティファンになってください。よろしくお願いします。なだりゅうさんからいただいた質問になります。スーパーダーツはどうでしたか？試合で感じたことや舞台裏のお話が聞きたいですという質問なんですけど、スーパーダーツすごく緊張しましたけど、すごく楽しかったです。で、試合で感じたことっていうよりかは、舞台裏の話になるのかな。控室とかも全部用意していただいてたんですけど、とにかく国関係なくダーツだけでつながってるとは思うんですけど、もうそれだけでも仲いいし、みんなお互いのことをすごくリスペクトし合ってるっていう感じで、すごく和やかな雰囲気で、アップしたりとかお話ししたりとかしてました。でデイ3まであったと思うんですけど、私はちょっとねデイ1で負けちゃったんですけど、その中でもスタッフの人とか、運営の人たちがすごく協力して支えてくれて、それがあるからこそのスーパーダーツだなって思いました。またね、舞台に立ちたいなと思いますので、ぜひ今後とも応援よろしくお願いします。レミさんからいただいた質問です。岩田選手は身長が低めだと思いますが、私も身長が低くて20、18が苦手なので、上のナンバーを狙う時のコツがあれば教えてほしいですという質問なんですけど、難しいですね。コツは特にないかなと私は思ってて、まず体の向きだったりとかイメージがちょっとまだ出来上がってないのかなっていうのは感じます。ブルだから20だから18だから19だからとか、あんまり関係ないというか、ちょっとした差なので、そこまで大振りにすることもないですし、逆に大振りにしちゃうからこそ届かないっていう場合もあるので、まずはブル練をしっかりしてもらって、で土台ができた後にもう大きく狙う、20のトリプル、20のダブルももちろん大事なんですけど、まず20に届くようにダブルの下の大きいシンブルだったりとか、とにかく大きな的として20だったり18だったりとか、おのおの苦手なナンバーもしかしたらあるかもしれないんですけど、それで狙ってもらえたらいいかなと思います。頑張りましょう。高坊さんからいただいた質問になります。岩田選手が昨シーズン一番印象に残った試合はどの試合でしたか？またその理由などについても聞かせていただけたら嬉しいです。これからも頑張ってくださいという質問なんですけど、一番印象に残った試合っていうのが、すごく難しい、甲乙つけづらいっていう
感じなんですけど、本当昨シーズンに関してはどの試合も本当に一戦一戦大切に戦ってたので、これが一番だったなとかっていうのは特にありません。強いて言うなら昨シーズン全部いい試合だったと思うし、よくできた結果だったんじゃないかなと思います。一番印象に残る試合がつけづらいです。ごめんなさい。また質問お待ちしてます。ずっくんチキンハートさんからいただいた質問になります。昨年度年間チャンピオンおめでとうございます。ありがとうございます。岩田選手が思うダーツの一番の面白みを教えてください。今年度も応援してます。2連覇目指して頑張ってくださいという質問なんですけど、これちょっとさっきの質問でもちょっと話したんですけど、もうダーツがあるだけでつながれる輪が本当に一番の面白みなんじゃないかなと私は思います。で生まれたところも違えば年齢も違う、性別も違うけどダーツは好きっていうこの共通点ダーツってだけで、みんながつながれるので、そこが一番面白いんじゃないかと思ってるし、ダーツを始めたきっかけも私はそこだったので、これが一番の醍醐味だと思います。はい、質問の方は以上になります。皆様たくさんのご質問ありがとうございました。また、S ダーツの方で募集した際はぜひよろしくお願いします。今回発売されたロメロタイプ2の説明をしていきたいと思います。ソフトが通常版、S ダーツ限定版、そして、スティールの、通常版合計3種類が発売されました。今回のスペックですが、全長が 45mm、最大径が 7.2mm、重量が、今回は、ソフトの方がバレル単体で 19g、スティールの方がポイント込みで 21g となっております。通常版が、パープルとブラック、S ダーツ限定版が、オールブラックのカラーリングとなっております。皆さん、お好みのものをお手に取っていただければと思います。今回ロメロタイプ2と一緒に、私のコンドルも発売されました。月下美人のデザインのアックスで、形状はすべてスタンダードとスモール、クリアパープルとクリアブラック、そして S ダーツ限定版のブラックの、全部で3色展開になります。さらに、私のモデルのショートアームサポーターが発売されました。保温性や、吸水性にも優れた素材であるミルクファイバーを使用。肌にも優しく、女性の方にもおすすめできます。また、これはちょっと個人的な感想なんですけど、腕を冷やさないことによって、疲労もねすごく軽減されますし、ちょっとねダーツをね長く投げたいなって時にすごくおすすめしております。こちらもぜひよろしくお願いいたします。今回ロメロタイプ2の開発で一番こだわった点を教えてください。こだわったところ、ロメロタイプ1が、ちょっとこう分かりやすくくびれてる形状なんですけど、これここからここまでがストレートで、ここからこうテーパーがかかってる形状になってて、私的なこだわりで言えばストレート部分をこう長くすることによってこの膨らみに対するこう力の乗り方が全然格段に良くなったんですよ。で、自分で投げるとなんかこう最初試作の段階で軽めに作ってたんですけど、結構ヘッドアップが多かったんで、
ちょっと重量を重たくして飛びの安定をするようにしました。違いはありますか？むずっ。なんだろう。まだそこまでスティールちょっとやってないから、なんか大層なことはちょっと言えないんですけど、なんかその軌道の意識、ダーツの弾道、軌道、乗せる軌道のイメージの違いぐらいかな。なんかよりスティールの方がこうかぶさるイメージでダーツを飛ばしたいんで、イメージの違いぐらいかな。現在のセッティングを教えてください。はい。ロメロタイプ2に、コンドルアックスの、月下美人のスタンダード M に、下がコンドルチップを使ってます。グリップを見せていただけますか？はい。こういう感じのグリップになってます。気をつけてるところで言えば、グリップの圧を強くしすぎないことと、握り込みをしすぎないように、できるだけ指をこう重ねくっつけてセットしてますね。できるだけこのまま飛ばせるようにしてます。
皆様ここまでいかがだったでしょうか。オンラインショッピングをご希望の方は動画の説明欄に、S ダーツのリンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。またお得に購入できますので、私のクーポンコードでもある723もぜひ、使っていただけたら嬉しいです。また、S ダーツの実店舗でもある、池袋店、錦糸町店、台湾にあります、台北店で、試し投げもできます。お近くの方は、ぜひ足を運んでいただいて、たくさん試投してみてください。動画の高評価、チャンネル登録、温かいコメントの方もぜひよろしくお願いします。以上、S ダーツアンバサダーの岩田夏美がお送りしました。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。